おはようございます。ケンです。前回はテスラ株が400ドル付近で下げ止まり、その反発は本物なのかというテーマで見ていきました。今回のチャートを見ると、その反発はある程度続いています。テスラ株は再び435ドル台まで戻してきました。これは400ドル付近で買いが入った後、上方向への流れがまだ残っているという意味でポジティブです。ただし、ここで安心しきるのはまだ早いです。今のテスラ株はまた440ドルから450ドル付近の壁に近づいています。今回のテーマは反発は続いているのか、そして450ドルの壁を突破できるのか、チャートから見ていきたいと思います。テスラ株は4月前半に350ドル台まで下落しました。そこから反発し400ドルの壁を突破、さらに430ドルを超えて一時450ドル付近まで上昇しました。ただその後450ドル付近で上値が重くなり、一度400ドル付近まで調整しています。前回のポイントは420ドルを守れるのか、400から410ドルを維持できるのか、そして再び440から450ドルを試せるのかでした。今回のチャートでは400ドル付近では崩れず、そこから再び435ドル台まで戻してきています。つまり400ドル防衛後の反発は一度だけの動きではなく、ある程度継続していると見ていいと思います。冷やしではテスラ株は一度400ドル付近まで調整した後、再び435ドル台まで戻してきています。これは前向きな動きです。ただし今の株価はかなり大事な場面にいます。それが440ドルから450ドル付近です。前回テスラ株はこの辺りで一度失速しました。今回も再びこのゾーンに近づいています。今は反発が続く一方で、前回止められた壁をもう一度試している局面です。突破できるかどうかで見方が大きく変わります。冷やしチャートの形は決して悪くはありません。4月の安値から反発し400ドルを回復しています。その後一度押し目を作り、再び435ドル付近まで戻しています。400ドルを明確に割って崩れてもいません。ただしまだ450ドルを突破したわけではありません。ここを混同してはいけないんです。400ドル防衛はポジティブ、435ドル台まで戻したのもポジティブ。でも450ドルの壁を突破していない以上、完全な強気の再開とまでは言えません。今は弱くはない。でも強いと決めつけるにはあと一歩足りない。この見方が一番バランスがいいんです。次に RSI を見ていきます。RSI は冷やして60前後、4時間足では58前後です。これは変わりすぎではありません。前回のように70を超えて加熱している状態ではないんです。つまり RSI だけを見るとまだ上昇余地は残っています。ただし4時間足では少し勢いが鈍っているようにも見えます。440ドル台に近づいたところで買いの勢いが少し弱まっている可能性があります。加熱しすぎではない。でも再加速にはもう一段強い買いが必要。このように見るのが自然です。次に移動平均線です。いい点は株価が主要な移動平均線の上にいることです。20日移動平均線はおよそ421ドル付近です。50日移動平均線はおよそ392ドル付近です。200日移動平均線はおよそ412ドル付近です。現在の株価は435ドル台、20日線、50日線、200日線の全てを上回っています。特に200日線を上回っていることは中長期の投資家にとってもとても大きいと思います。短期的には20日線がある421ドル付近が重要。ここを守れれば上昇トレンドの形は維持しやすくなってくると思います。逆に420ドル台を明確に割ってくると少し注意が必要になります。一方で出来高とボリュームデルタには注意が必要です。価格は435ドル台まで戻していて、これはいい動きです。ただ出来高を見ると強い買いが
ずっと続くっていうよりは少し落ち着いてきているようにも見えます。また4時間足のボリュームデルタでは直近でマイナスの方向の数字も出ています。価格は高い位置を維持。でも買い手が完全に主導権を握ったとまではまだ言い切れません。本当に強い上昇になるならば440から450ドルを抜ける場面で出来高を伴った買いが必要となってきます。価格だけではなく出来高がついてくるのか、ここはかなり大事です。ではここからですけれども、ここから見るべき価格帯っていうのは3つあります。まず1つ目は440ドルから450ドルです。ここが今回の最重要上値抵抗と言えるのではないでしょうか。前回もこのゾーンで失速しました。ここを明確に突破することができれば反発の本物感っていうのはかなり強まってくると思います。逆にまたここで止められるならばしばらくは上値の重い展開になる可能性があるんではないかと思います。2つ目は420ドルから421ドル付近です。ここは短期のサポートです。20日移動平均線もこの辺りにいます。もし一度下げても420ドル台で止まるならばまだチャートの形は悪くはありません。3つ目は400ドルから412ドル付近です。ここは最重要サポート帯です。400ドルという心理的な節目、そして200日移動平均線の412ドル付近、この辺りが重なっています。ここを明確に割るならば400ドル防衛のシナリオは一度見直す必要があります。今回のテスラ株は前回の反発は本物なのかっていう問いに対してある程度ポジティブな答えを出しています。400ドル付近で反発し、その後も435ドル台まで戻してきました。20日線、50日線、200日線の上にいることもチャートとしてはいい材料です。ただし440ドルから450ドル付近で再び上値が重くなっています。出来高やボリュームデルタを見ても買い手が完全に主導権を握ったとはまだ言い切れません。今週見るべきポイントは3つです。1つ目が450ドルの突破、そして2つ目としては420ドル台の維持、最後に3つ目として400から412ドルの維持となってきます。上がったから強い、下がったから弱いと決めつけないこと、条件で見ていくっていうことが大切になってくると思います。450ドル突破ならば次のステージ、420ドル台維持ならば反発の継続、400から412ドル割れならば慎重にという風な感じで見ていくのがいいと思います。焦らず次の反応を冷静に確認していくということが大切になってくると思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。お知らせがあります。今週の土曜日に名古屋にあるテスラの中古車販売カスタムを手掛けるガレージ X さんに訪問することになりました。ぜひテスラのカスタムや中古の販売、ラッピングなどに興味がある方は一緒にいかがですか？僕の方も朝一で名古屋に向かいまして、多分到着が11時ぐらいになりそうなのですけれども、11時ぐらいからお昼過ぎぐらいまでガレージ X さんのカスタムなどをいろいろと見学したいと思っています。一緒に行ってみたいと思われる方は僕の LINE の方から参加希望という感じでお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。